たまには旅行行きたいよね。でも普通の旅行じゃつまらないなと思ったそこのあなた、今日は実際に行ける危険な場所を紹介するよ。じゃあ出発。そこ引っ張るな。ぶらり途中下車の旅。今回お邪魔するのはアフリカはザンビア。絶景やば、テンション上がる。ここなんていうところなの？デビルズプール。デビル？危ないとこじゃないよね。大丈夫、ただのプールだよ。見て、めっちゃ広い。はしゃぎすぎないでね。デビルズプール。ここはアフリカ大陸、ザンビアとジンバブエとの国境を流れるザンベジ川にあるビクトリアの滝。世界三大瀑布としても有名だよね。ビクトリアの滝は最大落差108メートル、ザンビア最大の観光地なんだ。そして夏季限定の危険なアクティビティがデビルズプール。川の水が滝壺に落ちる直前の場所にできる天然のプールで、当然柵もないから滝壺を覗いたりもできちゃうんだよ。ここに来るにはまずは香港などのアジアのターミナル空港で飛行機を乗り継いで、そこから南アフリカのヨハネスブルクまで行き、ジンバブエ側かザンビア側の空港に行くよ。そこから車で20分。寒気と雨季では景色が違って、雨季は水量が凄まじく水しぶきが激しすぎて何も見えねえ。寒気のピークは水量が少なすぎて迫力がない。だから寒気が始まる9月から11月がちょうどいいかもしれないね。こんな絶景のプールは世界でもここだけ。最高だね。でもうっかり足を滑らせたら落差100メートル以上で泳ぎたい人にはおすすめだよ。美味しそう。しかも絶景。絶景？たっかー。またこのパターン。ご飯どころじゃないよ。風で揺れてるんですけど。怖い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 。シーピー。フロムジャパンサイトシーインって何してんの？ See? That's Renana Very Cara Usai Woman。 なんか言ったか？ディナーインザスカイ。ベルギーで生まれたレストラン。世の中には夜景の綺麗なレストランとかいろいろあるけど、スリルでこのレストランに勝てるところはないよ。最大で22人が同時にクレーンで吊り上げられて、絶景を楽しみながら食事ができるんだ。周りに壁はないから360度いい眺めだね。いや柵ないと怖いよ。眺めどころじゃない。ワイヤーでぶら下がってるだけだから揺れて楽しい。だから怖いし、もうやめようよ。ちなみに高さは50メートル。空中50メートルがどれくらいすごいかというと、高層ビル17階くらい、33メートルのタワーオブテラー以上の高さだね。足が滑って落ちたらひとたまりもないよ。イチコロだね。ねえレナナ、私に振るな。突き落とすぞ。でもこの料理美味しい。飛行機みたいなものと思えば高いのもなれるね。ねえ、トイレどこ？ないの。レナナ、今日までありがとう。実際はトイレに行きたくなったら地上に一旦下ろしてくれる。あの時はちょうど降りれないところにいたみたい。暑い。空気もカラッカラ。次はタンザニアだっけ？着いたー。何これ真っ赤。またプールだ。明らかヤバい見た目だけど。早っ。冷たくて気持ちいい。レナナも来なよ。私は急に静かに。シフィーナタランカ。
別名炎の湖。炎のように赤い見た目から来てるね。なんでこんなに赤いかというと、高温で乾燥してて湖の塩分濃度が超高い。そのせいで繁殖した微生物が光合成して赤い色素を生む。あと湖中のアルカリ成分も赤やピンク色に染まるんだ。とても動物は住めない過酷な環境。一番有名なのは塩分とアルカリ成分が高すぎて動物の体が石化する。これはこの湖にどっぷり使ってしまった動物たちの画像。炭酸ナトリウムと塩分濃度が高いから石灰化っていう現象が起こるんだって。石灰化した動物は岩みたいにカチコチになっちゃうらしいよ。まるでゲームの世界だね。まあ実際は動物の死骸が石灰化したものらしいから、生きてる動物が入ってすぐに石になることはないと思うけど、だからシフィも早く上がっておい。じゃないシフィー助かった。危なっかしいんだから。本当に石になるなんて思わなかったよ。すごい、これも石に？字幕で遊ぶな。どこ行くの？行かなきゃダメなの。アホゲー落としてきちゃった。いいじゃん、すぐ生えるよ。ダメだよ、シフィーのアイデンティティなの。あれがないとレナナみたいにキャラが薄くなっちゃう。口ん中にアホ毛ぶっ刺すぞ。でも入ったらまた石になるよ。どうしたら？そういえばナトロン湖で唯一繁殖してる動物がいたような。あれフラミンゴがピンク色なのはここの色素を食べてるからなの。なるほど、わかった。シフィー、鳥になる。今度はどこなの？綺麗。あれはテデドン。人形島、メキシコのソチミルコってところにあって、ソチミルコ自体は世界遺産にもなってて人気観光スポットなんだけど、そこにある人形島はやばいの。さっきの写真で分かったよね。こんな不気味な人形が島中に。誰がこんなもの作ったの？それは彼だよ。彼はドン・ジュリアン・サンタナ、人形島の生みの親。人形島が誕生したのは今から100年ほど前。サンタナはこの島で人形を作り続けてるんだ。どうしてこんなことを？供養のためだよ。ここソチミルコには不可解な事故が起きると言って誰も近づかない湖があるみたい。その湖へと続く川である日少女が溺れていた。サンタナは少女を助けようとしたけど時すでに遅し、少女は死に、サンタナは悔やんだ。せめて少女の魂だけでも供養しようと、サンタナはこの島で人形を作り始めた。島はすぐ人形でいっぱいになった。そしてサンタナはある日遺体で見つかった。奇妙にも少女が溺れたのと同じ場所で、島にはたくさんの人形だけが残されて100年が経ち、今じゃ不気味な場所扱いってわけ。不憫だね。ちなみに今は現地ツアーでこの島に行くことができて、人形を持ち込んで飾ることができるよ。揺らさないでよ。楽しい。ジビー高いところ好きなんだよね。言わんこっちゃない。エルカミニート・デル・レイ、スペイン語で王の小道。20世紀初頭に水力発電所の工事のためにスペインのマラガ県に建設されたんだ。道の幅は約1メートル。かつて世界一危険な遊歩道って言われてたんだけど、理由は見ればわかるよね。断崖絶壁に作られたこの道は川面から約100メートルの高さにあるの。ただ高いだけじゃなく安全策がなかったり、ところどころ崩落していたり、もちろん足を滑らせたらリンクじゃなければ命はないね。実際に死亡事故も何件か起きていて、2000年から14年間は立ち入り禁止だったんだ。ただこの場所はロッククライミングの名所であるエルチョロの断崖絶壁に作られていたから、立ち入り禁止になった後もクライミング目的の観光客がよく訪れてたんだって。2011年からは改修工事が行われたから、今はいくらか安全になったみたい。ツアーなんかも組まれてるから、興味がある人は行ってみるといいかも。ちなみにシフィーみたいに落ちたら絶対に戻ってこれないから注意してね。もう疲れた。家帰りたい。ここどこだろう。庭園かな。でもなんだろう。
なんかぼーっとしてきた。モンゴルなんか書いてるよ。英語だ。簡単な英語だったら読めるよ。なになに These plants can kill。 イギリスのノーサンバーランド北部にあるアニックガーデンは北部イギリスで一番綺麗な庭園の一つと言われている。広大な敷地に3000種類のバラがあって、綺麗に手入れされた幾何学模様の庭やとうとうと流れる噴水を楽しめるよ。ただドクロマークの柵で囲われてるここポイズンガーデンは一味違う。鉄格子の先は人の命を奪う植物で満たされているんだ。なんでこんなもの作ろうと思ったの？この庭園の主は他には類を見ない庭園を作りたかったんだって。そして行き着いたのが人の命を奪う独創で庭園を作るというアイディア。どう間違ったら行き着くの？観光地だからって侮っちゃいけないよ。ガイドがつかないと入れないそこはトリカブトから大麻まで毒性の強い植物ばかりが植えられているからね。あまりの毒の強さに来園者が失神することだってあるんだよ。レナナみたいにね。そんな危険な場所なのに観光スポットとして大人気みたい。美しさは何にも変えられないんだ。戻ってきたーと思ったんだけど。本当に日本？ここさっきから同じところ歩いてない？シフィー、もう疲れたよ。何これ？方向感覚の狂う樹林、自殺をとどめる看板。みんなどこだか知ってる？そう、青木ヶ原樹海だね。今や自殺の名所って有名だけど、どうしてそうなったかはよくわからない。1959年に出た松本清張の小説「波の塔」が発端とも言われてるけど、あくまで噂レベルだけど、実際に毎年自殺者の死体は発見されていて、2010年には247人が自殺を試み、54人が実際に命を落としている。あまりに多いからこういう看板があちこちにあるんだけど、これも不気味さに拍車をかけてるよね。ちなみに青木ヶ原樹海は一歩入ると出られないってのはあくまで俗説ね。普通に観光地として整備されてるし、視界が悪いのは深い森ならどこだって同じだしね。じゃあ安心だね。早く家に帰ろっか。